こんにちは。こんにちは。ジャパニーズポットトークへようこそ。翔さん、今日もよろしくお願いします。マナさん、よろしくお願いします。今日は特別な回ですね。そうなんです。今日はスペシャル回です。何がスペシャルなんですか？今日は日本の職場で使う日本語を12個紹介します。12個。いつもよりずっと多いですね。はい。日本で働きたい人、日本の会社で働いている人、ぜひ聞いてください。日本の職場ではよく使う言葉がいくつかあるんですよね。そうなんです。この12個を知っていると、仕事がもっとスムーズになります。同僚とのコミュニケーションももっと楽しくなりますよ。じゃあ、今日の12個を先に全部言いましょはい。う。1、よろしくお願いします。2、お疲れ様です。3、お先に失礼します。4、助かります。5、大丈夫です。6、なるほど。7、すみません。8、ちょっと。9、お世話になっております。10、わかりました。11、承知しました。12、了解しました。多いですけど、大丈夫。楽しく覚えましょう。最後の3つは全部返事の仕方なんですよね。そう、丁寧さのレベルが違うんです。後で詳しく説明しますね。日本の職場では挨拶がとても大事なんです。挨拶がしっかりできると、同僚との関係が良くなります。今日覚えたら明日からすぐ使えますよ。じゃあ、早速始めましょう。まず一つ目、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一度ゆっくり。よ、ろ、し、く、お、ね、が、い、し、ます。日本の職場で一番使う言葉かもしれません。そうですね。会社に行った時、今日もよろしくお願いしますって言います。仕事を頼むときにも使います。やってみましょう。翔さん、この資料明日までにお願いできますか？はい、わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。日本のメールでも最後によく書きます。日本のビジネスメールは、よろしくお願いしますで終わることが多いです。新しいチームの人に会った時にも使いますよね。はい。はじめまして、マナです。今日からこのチームで働きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさに仕事の魔法の言葉ですね。じゃあ、二つ目いきましょう。はい。二つ目、お疲れ様です。お疲れ様です。もう一度。お、つ、か、れ、さ、ま、で、す。これは日本の会社で一日に何十回も聞く言葉です。仕事が終わった時、みんなお疲れ様ですって言いますよね。でも、終わった時だけじゃないんですよ。そう。廊下で人に会った時にもお疲れ様ですって言います。やってみましょう。あ、マナさん、お疲れ様です。会議どうでしたか？お疲れ様です。会議長かったです。こんな感じで職場の挨拶として使います。メールの始めにもお疲れ様ですって書くことが多いですよ。仕事のいろいろな場面で使える便利な言葉ですね。皆さんも明日職場で使ってみてください。3番目、お先に失礼します。お先に失礼します。日本の会社では他の人より先に帰るときこれを言います。日本の職場では何も言わないで帰るとちょっと失礼なんです。やってみましょう。もう6時ですね。お先に失礼します。お疲れ様です。気をつけて帰ってくださいね。今のようにお先に失礼しますとお疲れ様ですはセットです。誰かがお先に失礼しますって言ったらお疲れ様ですって答えます。このセット覚えておくととてもいいですよ。仲がいい同僚にはお先にって短く言うこともあります。カジュアルな言い方ですね。今日覚えて明日使ってみてくださいね。じゃあ次、4番目。助かります。助かります。職場で誰かが手伝ってくれたとき使う言葉です。ありがとうございますよりもっと気持ちが伝わります。やってみましょう。マナさん、このデータまとめておきますね。本当ですか？助かります。別の場面も。マナさん、会議の時間変更になりました。
教えてくれて助かります。日本の職場では毎日何回も使う言葉です。皆さんも同僚に手伝ってもらったら、ぜひ、助かりますって言ってみてください。きっと喜ばれますよ。次、5番目、大丈夫です。大丈夫です。もう一度。だ、い、じょう、ぶ、です。職場で使うとき、2つの意味があります。一つ目は、問題ないですという意味。やってみましょう。すみません、メールを送るの遅くなりました。大丈夫ですよ。気にしないでください。こんな感じ、優しくフォローできます。二つ目は、いいえ結構ですという意味。例えば、コピー手伝いましょうか？大丈夫です。もう終わりました。今のは、手伝いはいりませんという意味。優しく断れます。はっきりいいえっていうより、大丈夫ですの方が柔らかいんですよ。皆さんも仕事で使ってみてくださいね。6番目。なるほど。なるほど。これは職場の会話でとても使う言葉です。日本の職場では相槌がとても大切なんです。相槌があると、あなたの話をちゃんと聞いていますよという気持ちが伝わります。なるほどは、わかりましたというサインですね。マナさん、今度のプロジェクトは来週までです。なるほど。じゃあ、急がないといけませんね。別の例。日本の会社ではメールの返事は早い方がいいんですよ。なるほど。気をつけます。会議の時も、なるほど、なるほどって言いながら聞くといいですよ。会議で相槌があると、話している人も安心しますよね。皆さんも同僚の話を聞くとき、なるほどって使ってみてください。じゃあ次。7番目。すみません。すみません。もう一度。す、み、ま、せ。職場では本当によく使います。3つの意味がありますよ。まず、ごめんなさいの意味。仕事でミスをしたとき。すみません。この資料、間違えました。次に、誰かに話しかけるときの意味。すみません。今少しいいですか？日本の職場では、忙しそうな人に話しかけるとき、まず、すみませんって言います。いきなり話しかけるより丁寧な印象になりますよね。そして、ありがとうの意味でも使います。例えば、先輩がコーヒーを買ってきてくれたとき、あ、すみません。ありがとうございます。ありがとうの気持ちをすみませんで伝えることがあるんですよね。一つの言葉で3つの意味。とても便利です。場面によって意味が変わるので、使いながら覚えるといいですよ。次、8番目。ちょっと。ちょっと、日本の職場で優しく断りたいとき使います。例えば、今度の土曜日残業できますか？土曜日はちょっと。今のちょっとはできませんという意味ですね。もう一つ。この仕事を今日中にできますか？今日中はちょっと、明日までならできます。こんな感じで無理なことを頼まれたとき、ちょっとで優しく断れます。大丈夫ですと、ちょっと、職場の優しい断り方ですね。2つ覚えるととても便利ですよ。9番目、お世話になっております。お、もう一度。おせわになっております。これは社外の人、つまりお客様や取引先に使う挨拶です。そうですね。電話やメールでとてもよく使います。例えば電話に出たとき、お世話になっております。〇〇社の章です。メールの最初にも書きますよね。そう。日本のビジネスメールは、お世話になっておりますで始まることが多いです。やってみましょう。電話の場面です。はい。お電話ありがとうございます。〇〇社です。お世話になっております。ABC 社の章です。お世話になっております。お互いにお世話になっておりますって言いますよね。そうなんです。社内の人にはお疲れ様です。社外の人にはお世話になっております。この使い分け覚えておくといいですよ。初めて会う社外の人には、はじめまして、お世話になりますっていうこともあります。お世話になっておりますとお世話になります。少し違いますが、どちらもよく使います。
社外の人へも大事な挨拶ですね。さあ、次は最後の3つです。10、11、12。この3つは全部返事の仕方です。仕事で何かを頼まれたとき、なんて答えますか？日本語には返事の仕方がいくつかあって、丁寧さのレベルが違うんです。まず10番目。わかりました。わかりました。もう一度。わかりました。これは一番基本の返事です。誰にでも使えます。やってみましょう。翔さん、明日の会議10時になりました。わかりました。シンプルで使いやすいですよね。次、11番目。承知しました。承知しました。これは、わかりましたより丁寧な言い方です。上司やお客様に使うといいですよ。やってみましょう。この資料、金曜日までにお願いします。承知しました。金曜日までに送ります。今の、承知しました。とても丁寧な印象ですよね。ビジネスメールでも、承知しましたはよく使います。最後、12番目。了解しました。了解しました。これは、同僚や仲がいい先輩に使います。ちょっとカジュアルな印象なので、上司やお客様には使わない方がいいです。やってみましょう。今日のランチ12時にしよう。了解しました。こんな感じ。友達みたいな関係の同僚に使います。もっとカジュアルに、了解だけでもいいですよ。じゃあ、3つまとめましょう。はい。お客様や上司には承知しました。普通に使うならわかりました。同僚や仲がいい先輩には了解しました。この使い分け、覚えておくととてもいいですよ。これで12個全部紹介しましたね。じゃあ、ロールプレイをやってみましょはい。まず一つ目。日本の会社の1日です。う。私が新入社員、マナさんが先輩です。いきますよ。おはようございます。今日もよろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。今日10時から会議ですよ。なるほど、わかりました。あ、すみません、マナさん。この資料を見てもらえますか？もちろん。なるほど。よくできていますね。ここだけ少し直した方がいいかも。助かります。すぐ直します。大丈夫。ゆっくりでいいですよ。できました。ありがとう。助かります。じゃあ会議行きましょう。はい、よろしくお願いします。会議終わりましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。長かったですね。翔さん、このレポートを来週の月曜日までにお願いできますか？承知しました。月曜日までに送りますね。よろしくお願いします。もう6時ですね。お先に失礼します。お疲れ様です。今の会話でたくさんの表現が出ましたね。よろしくお願いします。なるほど、わかりました。すみません。助かります。大丈夫。承知しました。お疲れ様です。お先に失礼します。 9個使いましたね。日本の会社の一日の流れ、そのままですよね。じゃあ、ロールプレイ2つ目。次は、社外の人に電話する場面です。これは、お世話になっておりますを使う大事な場面ですね。じゃあ、始めましょう。私が ABC 社のマナ。翔さんが〇〇社の翔さんです。はい。お電話ありがとうございます。ABC 社のマナです。お世話になっております。〇〇社の翔です。すみません。田中様いらっしゃいますか？田中ですね。少々お待ちください。すみません。田中は今会議中です。なるほど、わかりました。じゃあまた後でお電話します。承知しました。田中に伝えておきますね。助かります。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。今の会話でお世話になっております使いましたね。承知しました。助かります。なるほど。わかりました。すみません。よろしくお願いします。も使いました。電話では丁寧な言葉を使うので承知しましたがぴったりですよね。そうですね。電話の場面で使う表現がたくさんありましたね。皆さんも職場の電話で使ってみてくださいね。さあ、今日のまとめをしましょ今日は12個ありました。覚えていますか？う。1番目。仕事を頼むとき、なんて言いますか？よろしくお願いします。そうです。メールの最後にもよく使いますよね。2番目。廊下で同僚に会ったとき、仕事が終わったとき
いう言葉は？お疲れ様です。1日に何十回も使う言葉でしたね。3番目、他の人より先に帰るときは？お先に失礼します。そう言われたら、お疲れ様ですって答えます。セットですね。4番目、同僚に手伝ってもらったときは？助かります。ありがとうより気持ちが伝わる言葉でしたね。5番目、問題ないとき、優しく断るとき、なんて言いますか？大丈夫です。問題ないですの意味と、いいえ結構ですの意味がありましたね。6番目、相手の話が分かったとき、相槌で使う言葉は？なるほど。相槌があると話している人も安心しますよね。7番目、ごめんなさい。ちょっといいですか？ありがとう。3つの意味がある言葉は、すみません。いろいろな場面で使える便利な言葉ですね。8番目、優しく断りたいとき、最後まで言わない言葉は？ちょっと。相手を傷つけない優しい断り方ですね。9番目、社外の人への挨拶は？お世話になっております。電話やメールでよく使いましたよね。最後の3つ、返事の仕方。まず一番基本の返事は？わかりました。上司やお客様に丁寧に答えるときは？承知しました。同僚にカジュアルに答えるときは？了解しました。この3つの使い分け大事ですよね。今日の12個、もう一度全部言いますよ。1、よろしくお願いします。2、お疲れ様です。3、お先に失礼します。4、助かります。5、大丈夫です。6、なるほど。7、すみません。8、ちょっと。9、お世話になっております。10、わかりました。11、承知しました。12、了解しました。12個覚えられましたか？最初は難しくても大丈夫です。少しずつ使ってみてください。使っていくうちにどんどん自然に言えるようになりますよ。ぜひ明日から職場で使ってみてくださいね。今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また次回も楽しい日本語を紹介しますよ。じゃあお先に失礼します。お疲れ様です。なんて今日のフレーズですね。最後まで使いましたね。また次回会いましょう。バイバイ。バイバイ。